にちは、デザインドリップです。今回はアイテムの切り抜き画像を使ったインスタバナーの作り方を紹介します。はい、それでは始めていきます。まずはじめにアイテムの切り抜きを行っていきます。はい、最初に茶色のバッグの写真を Photoshop の方で開きます。で、こちらの切り抜きをしていきます。自動選択ツールに持ち替えて、許容値を30、隣接のチェックをオンにして、このグレーの部分を選択します。で、こちらが選択できていないので、こちらも一緒にシフトをしながら選択をします。するとこのように大体切り抜かれるので、この状態でシフトコマンド I を押して選択範囲を反転させてコマンド J で切り取ります。するとこのように選択された部分だけが切り取られました。で、こちらの細かい調整をしていきます。ちょっと拡大します。よく見るとこの辺の下の方が綺麗に切り取られていなかったりするので、ペンツールで切り取っていきたいと思います。ペンツールに持ち替えてこちらをパスにします。そしてこちらの切り取りたいところをこのように綺麗になぞっていきます。はい、こんな感じで切り取りたいところを選択できたら、こんな感じでざっくりと外側にパスを作って囲みます。で、パスのパネルに行き、こちらの作業用パスをコマンドを押しながらサムネイルをクリックして選択範囲を作ります。レイヤーのパネルに戻って、こちらのレイヤーを選択した状態でデリートをして削除します。するとこんな感じで切り取られました。ちょっと上の方に行ってみると、ちょっと元の画像と比べてみます。ここの部分がまた切り抜かれていないので、こちらも切り抜いていこうと思います。ちょっと上の方も見てみます。はい、同じようにパスのパネルからコマンドを押しながら選択をしてデリートで削除していきます。で、元の画像を表示させると逆に切り取られすぎている部分があるので、こちらは足していきます。こちらの背景のレイヤーを選択した状態で足りていない部分を選択していきます。こちらも同様に。はい、こちらでまたパスのパネルに行って選択範囲を作って、今度はこちらの背景のレイヤーを選択した状態でコマンド J を押してレイヤーを複製します。するとこのように足りなかった部分が切り取られました。上の方も見てみます。こんな感じですね。はい、こちらでこの2つのレイヤーを選択してコマンド E で合体させます。こちらで茶色のバッグの切り抜きは完了です。こちらのバッグのレイヤーをあらかじめ用意しておいたドキュメントに持っていき、右クリックからスマートオブジェクトに変換をして縮小します。今回は横幅520ぐらいで配置します。大体で大丈夫です。はい。で、こちらはもういらないので消しておきます。同じように他のバッグも切り抜いていきます。今度は青いバッグの画像を Photoshop で開きます。はい。今度はオブジェクト選択ツールを使います。こちらのツールでざっくりとこのようにバッグを囲います。するとこんな感じでざっくりと選択範囲が作られるので、この状態でコマンド J を押して複製します。するとこんな感じになります。で、先ほどと同様にペンツールでいらない部分を切り取っていきたいと思います。ペンツールに持ち替えて、このようにうまく切り取られていない部分を囲っていきます。外側もやっていきます。で、ちょっと下の方も見てみて、この辺が切り取りが甘いのできれいにしていきます。はい、こんな感じでいいかなと思います。パスを作ったらパスのパネルからコマンドを押しながらサムネイルをクリックして選択範囲を作ってデリートで削除します。で、元のレイヤーと比べてみて足りないところは足していきます。ち
ちょっとこの辺が欠けている感じがするので、元のレイヤーを選択して、で同様にパスのパネルから選択範囲を作って、コマンド J で複製をします。はい、こちらで大丈夫ですね。でこちらの2つをコマンド E で合体します。はい、こちらで青いバッグの切り抜きは完成です。こちらを元のドキュメントに持っていって、右クリックからスマートオブジェクトに変換をし、縮小します。大体の大きさになったら1回確定をして、今度はまっすぐになるように傾きを整えていきます。茶色のバッグに合わせて整えてください。こちらの大きさは横幅だいたい480ぐらいで設定していきます。だいたいで大丈夫です。一旦こんな感じで置いておきます。こちらはもういらないので消しておきます。次に他のバッグを切り抜いていきます。黄色いバッグの画像を Photoshop で開きます。はい。こちらも先ほどと同様にオブジェクト選択ツールでバッグをこのように囲みます。するとこんな感じでだいたい選択範囲が作られるので、コマンド J で複製します。でちょっと欠けている部分、この辺の金具などが欠けているので、こちらをペンツールでなぞって複製していこうと思います。背景レイヤーを選択してペンツールに持ち替えて、必要な部分を切り取っていきます。逆側の反対側の金具もちょっと消えているので足していきます。でこちらでパスのパネルから選択範囲を作ってコマンド J を押して複製します。はい、でこの2つのレイヤーをコマンド E で合体させます。で他の部分もよく見てみて、逆にこの辺がきれいに切り取られていないので、今度はこちらを切り取っていこうと思います。こちらのバッグのレイヤーを選択した状態で不要な部分をなぞっていきます。こんな感じでざっくりと外側はなぞって、パスのパネルから選択範囲を作ってデリートで削除します。はい、こちらで黄色のバッグの切り抜きは完成です。こちらのレイヤーを元のドキュメントの方に持っていきます。こちらはもういらないので消しておきます。右クリックからスマートオブジェクトに変換をして縮小します。だいたい横幅300ぐらい、今回307ぐらいにしておきました。はい。で配置を整えます。こちらの3つのバッグを選択して下に揃えます。黄色いバッグだけ手前に出ている感じにしたいので、ちょっと下に下げます。はい、こんな感じでいいかなと思います。でこの段階でもう明るさを調整していこうと思います。茶色のバッグをダブルクリックして表示させます。レベル補正のレイヤーを作って、こちらの白い矢印を内側に持っていきます。だいたい240ぐらい、ここの数字が240ぐらいになるところで OK して保存します。他のバッグも同様にレベル補正をかけていきます。全部一旦240になるぐらいでいいかなと思います。お好みで調整してください。はい、こんな感じで大丈夫です。でこちらの3つのレイヤーをまとめてグループ化して、バッグなどと分かりやすく名前を付けておきます。はい、こちらでアイテムの切り抜きは完成です。はい、次にテキストの追加をしていきます。フォントはバスカービルポスター、こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのレギュラーで200ピクセルの大きさでトラッキングを50、色を222222の黒にして、バッグと大文字で書いてください。はい、他のテキストを追加していきます。次はフツラ PT、こちらも Adobe フォントにあるものです。こちらのブックで大きさは36ピクセル、トラッキングを200に設定して、大文字でコレクションと打ってください。気になるところがあれば適宜カーニングをしてください。はい、こんな感じで大丈夫です。でこちらのレイヤーをコマンド J で複製して上の方に持っていきます。でこちらをダブルクリックして2022オータムと書き直してください。こちらをちょっと小さくします。大きさを34ピクセルにしてトラッキングを160に設定します。
で、気になるところがあればカーニングをします。はい。で、あと罫線の飾りをつけていきます。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。150×15 ピクセルの長方形を作成します。色は同じく222222で大丈夫です。で、こちらを配置していきます。ちょっとバッグが上すぎるので下げておきます。はい。はい、まずこのコレクションの文字をバッグの下につけて、ここから50ピクセル下に下げます。シフトを押して12345。同様にこの罫線もコレクションの下につけて、こちらから50ピクセル下に下げます。シフトを押して12345。はい。で、同じように次はオータムの文字をバッグの上の方につけて、こちらから上に50ピクセル移動します。シフトを押して12345。はい、こちらでそれぞれの文字の間隔は揃いました。で、背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。こちらとそれぞれのテキスト、そして罫線のレイヤーを選択して中央に揃えます。はい、こんな感じです。で、こちらのバッグから長方形までをまるっとグループ化してテキストなどと分かりやすく名前を付けておきます。で、こちらのテキストグループと背景レイヤーを同時に選択して上に揃えます。こちらから120ピクセル下に移動します。シフトを押して1234567891012。はい、こちらでテキストは完成です。はい、次に背景を作っていきます。背景レイヤーをダブルクリックしてカラーオーバーレイを選択します。色を FAE、FDD のベージュに設定します。はい。で、こちらの背景レイヤーをコマンド J で複製して縦が200ピクセルになるように縮めます。はい、こちらで OK です。で、こちらのカラーオーバーレイの色を変更していきます。色を D3AE7A の茶色にしていきます。で、描画モードを上山の 60% に設定して OK します。するとこんな感じになります。こちらに石のテクスチャーを重ねていきたいと思います。こちらの今作った高さ200ピクセルのレイヤーを選択して石のテクスチャーを Photoshop の方に持っていきます。で、こちらのテクスチャーを横幅2000に設定します。大体で大丈夫です。で、こちらでオプションで引っ掛けます。するとこんな感じになります。こちらの石のテクスチャーを 50% に設定します。はい、こんな感じです。位置はお好みで調整してみてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。背景に植物のシャドウを入れていきたいと思います。背景レイヤーを選択した状態で植物シャドウの画像を Photoshop の方に持っていき、横幅1130ぐらいで配置します。はい。で、お好みの位置に設定してください。で、こちらの描画モードを焼き込みリニアにして不透明度を 20% に設定します。するとこんな感じになります。はい、ちょっと分かりやすいように背景を白にして作業していきます。はい、こんな感じです。こちらで一旦背景は完了です。はい、最後に影をつけて仕上げをしていきたいと思います。ちょっとバッグの位置をここで調整しておいてください。はい、位置が決まったら影をつける準備をしていきます。こちらの床にちょっと影をまずつけていきたいと思います。先ほど置いた石のテクスチャーを選択して新規レイヤーを作成してオプションでクリッピングします。で、こちらの描画モードを焼き込みリニアに設定しておきます。カラーを DEC、QAC のベージュにしておき、ブラシツールに持ち替えてソフト円ブラシの300ピクセルに設定しておきます。こちらで床の上半分にふわっと影を描きます。こんな感じですね。はい。で、こちらの塗りを 60% にします。はい、こんな感じです。さらに今作ったレイヤーの上に新規レイヤーを作成します。こちらはクリッピングしなくて大丈夫です。描画色を786955の茶色に変更します。またブラシツールに持ち替えて、今度はこちらを50ピクセルの直径にします。こちらでちょっと拡大して、こちらの新規レイヤーの描画モードを焼き込みリニアに設定しておいてください。こちらでバッグの下にまっすぐこのように線を描いていきます。黄色のバッグはちょっと手前に出ているので、そちらを意識して描いてください。
はい、こんな感じで大丈夫です。で、こちらの不透明度をお好みの不透明度に設定してください。一旦 30% で設定してみようと思います。するとこんな感じでふわっと影がつきました。さらに影を重ねていきたいと思います。また新規レイヤーを作成して焼き込みリニアに設定します。で、同じブラシで大きさを今度は40ピクセルに変更します。はい、こちらで今度はちょっと内側にまた同じように線を引いていきます。シフトをしながら線を引くとまっすぐ引けるので便利です。はい、こんな感じですね。で、こちらの不透明度を今回は、40% ぐらいに一旦してみます。ちょっと離れてみてみます。するとこんな感じでふわっと接地面に影がつきました。一旦こちらで置いておきます。次はバッグ自体に影をつけていきたいと思います。茶色のバッグを選択して新規レイヤーを作成してオプションでクリッピングします。次はこちらの描画モードを定山にしておきます。で、またブラシツールに持ち替えて大きさを150ぐらいにしておきます。で、オプションで茶色のバッグから色を適当に持ってきて下の方をふわっとこんな感じでなぞります。不透明度を調整してするとこんな感じでバッグの設置している面にふわっと影がつきました。これでよりリアルな感じになったと思います。で、次はこちらの黄色いバッグが重なっている後ろの方にも影をつけていこうと思います。同様に新規レイヤーを作成してオプションでクリッピングをして定山にします。同じブラシで黄色いバッグが重なっているところにふわっと色を塗ります。で、こちらの不透明度を先ほどよりも小さい数字で設定していきます。そうするとこんな感じでふわっと影がついたのがわかると思います。こちらを他のバッグにもしていきます。次はブルーのバッグを選択して新規レイヤーを作ってオプションでクリッピングをして定山にしていきます。同じブラシでオプションを押してブルーのバッグから色を持ってきて下の方をふわっとなぞっていきます。で、こちらで不透明度を調整してで、同じように新規レイヤーを作成してオプションでクリッピング定山にして黄色いバッグの後ろ側をふわっとなぞって不透明度を小さめに設定しておきます。するとこんな感じになります。最後に黄色いバッグの下の方にも影をつけます。黄色いバッグを選択して新規レイヤーを作成してオプションでクリッピングをして定山にしてオプションで黄色いバッグの方から色を持ってきて下をふわっとなぞります。で、こちらで不透明度を調整します。はい、こんな感じでいいかなと思います。こちらでバッグの影は完成です。最後に全体にノイズを乗せて仕上げをしていきたいと思います。背景レイヤーをコマンド J で複製してバッグの下の影のレイヤーの下の方ですねに移動します。で、こちらを真っ黒000000に色を塗ってフィルターメニューからスマートフィルター用に変換をします。で、こちらのノイズを加えるを選択して 400% 均等分布グレースケールノイズのチェックはオフにして OK します。で、こちらをオーバーレイの 10% にします。ちょっと拡大してみます。するとこんな感じでちょっとザラッとした質感が与えられました。はい、こちらで完成です。このようにアイテム画像を切り抜いて配置するデザインの方法は EC サイトなどでとってもよく使われるので覚えておくと便利だと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。